元気に楽しくレッツお絵かき。はい、どうもいのです。今回はドラゴンボールダイマのスーパーサイヤ人3ベジータを描いていきたいと思います。最初に軽く線を描いた当たりを目安にしっかりと下書きを描いていきますよ。ちなみにこのチャンネルは元気に楽しくをモットーにいろんなアニメや漫画のキャラを水彩絵の具とつけペンを使ってはがきサイズの紙に描いていくイラスト迷宮動画を投稿しているチャンネルとなってます。コピックという便利なペンやデジタルが進んだこの時代、なぜ今水彩絵の具とつけペンで描くのか。それはもちろんいろんな道具を使って描いた方が楽しいから。少しでもこの動画を見てお絵かきしたいと思ってくれる人を増やすのが私の夢であります。ぜひ最後までゆっくり見ていってね。さて今回のイラストはドラゴンボールダイマのスーパーサイヤ人3ベジータ。なんだかんだであっという間に終わってしまったアニメドラゴンボールダイマでしたが、大人に戻りスーパーサイヤ人3になったベジータがファイナルフラッシュを打つシーンがあったんで、スマホゲームアプリドラゴンボールレジェンズのスーパーサイヤ人ベジータの元絵を参考にスーパーサイヤ人3にアレンジして描いてみましたよ。下書きで難しかったところはこの髪型。スーパーサイヤ人3に変身して変わるところといえば目ぐらいかなと思ってたんですけど、正面から見て髪の毛をもう少し伸ばして増やした方がと思ってちょこっと描き直したりしました。そして次に黒く塗るところ前もって鉛筆で塗りつぶしていきます。こうすることによって色塗りの時に少しでも黒色の場所がわかるかなと思い今回は塗りつぶしてみましたよ。そしてビリビリ。最近はこのビリビリに悩まされている私ですが、下書きとして書くかマスキングをするかで悩んだ結果、今回は下書きに決定。下書きが完成して次は色塗り、背景を塗っていきます。今回の背景の色はシンプルに黄色。ビリビリの部分は黄色が乾いた後半に塗っていきます。背景が塗り終えたんで次はキャラを塗っていきます。最初に明るい色を塗っていき、少しずつ暗い色を重ねて塗っていきますよ。今回のキャラの色塗りのポイントは、手や服のプロテクターの白い部分に黄色を塗って、その上に黒い色を重ねて塗っているところです。前回のトトロのイラストの動画でも話してますが、色を混ぜると色が途中で分離するのか色ムラが出たりするんで、今回は普通に重ね塗りをして紙の上で色を混ぜて塗ってみましたよ。
そしてビリビリを塗っていきます。まずは水色を塗り、その上から濃い青色を塗り重ねました。今回はビリビリの青色の境界線をくっきりさせたかったんで、明るい色から濃い色を塗り重ねましたが、濃い色を先に塗って明るい色を重ねて境界線をぼかすってのもどういう感じで仕上がるのか、また試してみたいですね。それでは最後に仕上げのペン入れです。まずは丸ペンを使い細い線を入れていきます。ビリビリはあえてペン入れせず、そのままにして背景の効果として仕上げます。そして G ペンで細かい塗りつぶしや太い線を入れて立体感を表現。最後にサインを入れて、はい、完成しました。はい、というわけで今回のイラストはドラゴンボールダイマのスーパーサイヤ人3ベジータでした。皆さんいかがでしたでしょうか。ちなみにこちらが元絵、そして私が描いたイラスト。それでは次回の動画でお会いしましょう。また見てね。